なりほー、キャラ声でーす。今回の動画は小説版犬夜叉の後編ということで、前回はプロローグ第1章から第5章まで原作との違いや新設定、変更点などをご紹介しましたが、前編まだ見てないよって方は下の概要欄にリンクありますので、ぜひ後でチェックしてみてくださいね。今回は第6章から第11章ラストまで駆け抜けていきます。導入は早々に本編始まります。それではレッツ夜叉講。第6章、逆さ神の由来。気になるポイントその1、貴族、大名、お寺にしかお風呂がなかった。これ知りませんでした。この時代は当たり前の事実なんでしょうか。カラスの下りが終わって血を洗い流すために冷たい川で水浴びをするカゴメ。初めてカゴメの裸があらわになるわけですね。たまらんですね。楓によるとお風呂は超高級でめったにないとのこと。戦国時代では水浴びや飴とか布で体を拭いたりとかしてたんでしょうか。気になりますね。これも明記されてたんですが、この川はカゴメが通う中学校の裏にある川だそうです。その2、犬夜叉を殴るときにグーで殴った。これはですね、川で犬夜叉がカゴメの裸を見ます。その後、楓の用意した桔梗の巫女衣装をカゴメが着ます。それからカゴメが桔梗に似てるから腹立つというので、脱げって犬夜叉が言います。はい、ってなりますよね。せっかく服着たのに脱げって、しかも脱げってバカエッチみたいな空気が流れて、原作ではその場にあった石で犬夜叉を殴るんやけど、小説ではグーなんですね。この表現の変更点は皆さんどう思われますか？マイルドにしたかったんかな？石はさすがに過激すぎ？よくわからんけど気を使ったんやと思います。その3、小学生かこいつ。これはカゴメのセリフです。さっきの続きで犬夜叉に脱げって言われて怒ったカゴメ。あまりにも個人的な理由で子供っぽかったから、カゴメが犬夜叉に小学生かこいつって言うてます。このセリフ、原作では中学生かこいつって言うててんけど、小学生かこいつに変更してありました。理由はより子供っぽいことを強調したかったんかなって考えます。カゴメと同じくらいの年格好に見える犬夜叉なんで、小学生と罵倒した方がより言葉に説得力が増すんでしょうね。その4、骨食いの井戸にある骨に刺さって死ぬかも。はい、これはカゴメの感情です。追記というか過失になるんでしょうか。由良に襲われた時に意志とは関係なく井戸に落ちます。その時のカゴメの心を表現されています。リアルな感情ですよね。普通に考えて、下の方にムカデの骨があるってなったら、もう降りようとは思わないですもんね。漫画ではカットされている感情も表現できる小説ならではですね。その後、由良はカゴメより2、3個年上。実際の年齢は原作には記載ありませんでした。彼女は妖怪ですので、何百年も生きれると思います。見た目的にカゴメは判断したのかな。高校生くらいのお姉さん、人間した妖怪もいるんだとカゴメは驚いています。中身はムカデよりもかなり残虐なんですけど。補足情報です。由良の衣装は実は黒い革でできてるらしいです。牛なんかな、それとも妖怪の皮？第7章、骨食いの井戸。気になるポイントその1、7章の始まりは村の女が出てくるところから。ってことで、漫画版では6話の最後に村の女が由良に操られて犬夜叉を襲うというシーンで締めくくられてるんやけど、小説版ではそのお話が7章の初めのシーンになっています。ちょっとだけ7章が長くなった感じでしょうかね。構成の妙なんかな。詳細はわかりませんが、読んでてそこが区切りがいいのかなと感じました。その2、犬夜叉がくくりつけられてたのは欅の木。このシーンは由良の髪の力で木にくくりつけられてます。欅なんですね。漫画では未収録の内容。この後由良は木を真っ二つに切るんやけど、この木めっちゃ硬いですからね。由良の揚力がどれだけすごかったのかがわかる場面でもあります。その3、井戸を自力で登るカゴメ。由良に襲われて現代に帰ってきたカゴメ。3日ぶりに帰宅です。井戸から出ないといけない時にじいちゃんがはしごを取りに行くんやけど、待ってられんくて自力で登っちゃうといったシーンになります。そりゃそうですよね。3日ぶりに帰ってきて家族の顔見たら無意識に登っちゃいますよね。キャラ子も登っちゃいます。いや、それは無理か。はしごなしで登れるとはまさに、これも巫女パワーなんかな。その4、ソータの発言をすぐに信じてくれてた家族。お姉ちゃんであるカゴメが気持ち悪いムカデに連れて行かれてしまった場面を目の当たりにしてたソータっていうのはもうすぐに家族に相談してて、
これってすっごい突拍子もない話で信じてくれそうにないんやけど、ママもじいちゃんもすぐ信じてくれたっていうね。そして心のどこかでカゴメは無事でいつか必ず帰ってくると確信めいた何かがママとじいちゃんの中にはあったんやって。常に心は家族でつながってる、共有している温かい家族エピソードです。その後、初めての仮病は神経痛。犬やしではおなじみのカゴメ病欠シリーズ。カゴメがいないことを不審に思われないため、数々の病名や怪我を駆使し、中学に病欠の連絡をしてます。原作ではまだもうちょっと先のタイミングになるんやけど、小説ではこの時、初めて病欠理由が明かされます。それが神経痛。じいちゃんがね、学校に電話してくれたみたいです。カゴメは病名に不服やってんけど、じいちゃんは風邪とかありふれたもんやと逆に怪しまれるって踏んで、学校には練りに練って病名を伝えたんやって。神経痛ってどうなんでしょう。年齢的にあるんですかね。ちなみに原作の初めてはぎっくり腰。これから数々の病欠祭りが始まりやと思うと不思議と感慨深いですね。その6、お札の文字はじいちゃんの手書き。よくじいちゃんや弥勒が持ってる厄除けなのかお祓いなのかわからないお札。弥勒の浜札は妖怪によく聞いてました。じいちゃんのお札はというと、ほぼ効能はなかったのではないかと思います。初めて犬夜叉が現代に来た時に、井戸には何枚もお札が貼ってあったんですが、簡単に井戸を突破されてます。犬夜叉もお札のこと酷評してたんで、悲しいじいちゃんですね。霊力とかそういう力を持ち合わせてないんでしょうかね。めっちゃいい人やねんけど。第8章帰還。気になるポイントその1。カゴメンチの入浴剤はラベンダーとローズマリー。3日ぶりに現代に帰宅したカゴメ。お風呂好きですからもちろん入浴タイムです。いつもよりも入念に体や頭を洗ったはずですよ。いろんな謎の肉片とか血とかついてますからね。入浴剤も女子っぽく今時の中学生といった感じです。誕生日の日にこんな目に遭ってしまって、本当はステーキをママが用意してくれてて、友達にチョコブラウニーをおごってもらう約束までしとったんです。新しくできたお店のケーキで紅茶を飲みながら誕生日を噛み締めるはずやったのに、戦国時代に行った日の初日の夢っていうのはね、家族の夢でした。超絶ホームシックやったんで、夢にも反映されますよ、そりゃ。キャラ子が同じ境遇やったら、カゴメのように行動する前に一人でのたれ死んでたと思いますよ。その2、戦国の食べ物は川魚や野菜中心。めっちゃヘルシー。カゴメが3日間で食べた料理のラインナップです。川魚を炎で焼いたり、野菜をそのまま食べたり。言わずもがな調味料もないので、味も粗食程度のもの。現代ではマクドナルドや濃いもんばっかり食べてたから、さぞかし張りのない味やったと思います。身分とかによって食生活も様変わりしてたでしょうし、楓の村はそこまで裕福とは言い難い環境。つつましやかな生活を皆さんなさってたということですね。その3、ネズミの衣は日向の野原みたいな匂い。はい、来ました。匂いです。匂いと匂い。これに関しては知ってる方も多いんかなと思います。高橋留美子先生実は明確に使い分けてらっしゃいます。匂いの場合は、妖怪や悪意のあるものが近くにいる場合に使うことが多いです。正気や陽気、単純に不快になる臭い匂いなどで、匂いの場合は、人間や信頼してるメンバーとか悪意のない誰かの匂いの場合に使うことが多いですね。いい匂いや、かぐわしい匂いやとか、ヒネズミの衣はいい匂いなので、匂いの表記になってます。日向の野原ってね、木にずっと50年もおったからでしょうかね。嗅いでみたいですね。第9章、ユラの巣。気になるポイントその1。井戸を落ちながらも現代のことを考える犬夜叉。現代から戦国時代に戻るときやねんけど、犬夜叉が井戸の中を落ちながら現代の様子を見て率直な疑問を心の中でつぶやいてました。じいちゃん以外の服装が奇妙だった。外は夜だったのになぜ昼間みたいに家は明るかったんやろ。犬夜叉が過ごしてきた環境とはまるで違う。カゴメを迎えに現代に来て冷静に周りを見てるあたりさすがやね。もうさすがの一言。50年封印されてたとはいえ汎用なわけですから、無意識に周りを見てすぐ判断して、まあ自分の身は自分で守るっていうことをね、こうしてるんですよ。戦国時代で生きていくっていうのはそういうことなんですよね。その2、ユラの角はカチューシャの下。髪の毛を使って犬夜叉にストーカーをしてたユラ。その髪は時空を超え現代の井戸にまで達してたわけですが、ストーカー怖。ユラというのは妖怪です。実は鬼なんですよね。でも角が見当たらないってことで、カゴメは角を探します。
カゴメの推察ではカチューシャである赤いリボンの下に角があると考えています。鬼イコール角の構図です。いや、そう思うよね。犬夜叉に出てくる鬼族は確かに角持ちが多くて、ほとんどの鬼が角持ってました。ユラだけ角がないってのも不思議なんで、キャラコもカチューシャの下が怪しいと踏んでます。その3、汎用の血は人間の血と同じ味。これマジでびっくりした。そうやったんやねーって感じ。味まで意識して見たこと考えたこともなかった。改めて言われると、おーとうなってしまいましたね。ユラが宝刀の紅霞で犬夜叉を切り刻んだと、刀についた血を舐めるシーンです。かっこいい。汎用を切ったのは初めてのユラ。血の味には精通してるんかもね。人間の味と比較したわけですよ。ということは、妖怪が半分入ってる犬夜叉の味が人間の味と変わらへんってことは、妖怪も人間も汎用も同じ味ってことにならへん？あれ？違う？その4、本人が強情で勝ち気なほど神は強くてしなやか。ユラが発した一言、犬夜叉の銀髪を見ながら言ってました。彼女の使ってる神はもともと人間の神なんで、神の質も大事で、戦闘能力も変わっていくっていうことですよね。犬夜叉の生首は想像したくないよ。第10章、窮地。気になるポイント。あの女、焼き殺したはずなのに、と低い声で言う。これもユラちゃんの一言です。カゴメを炎で燃やして倒したはずが生きてたんですよ。カゴメは犬夜叉に借りてたヒネズミの衣で難を逃れて、ユラ、怒るといった流れなんですが、原作では心の中でこのセリフ言ってて、小説では実際に言葉にしてます。低い声で言ってるから相当ストレスでムカついたんやろうね。あの女焼き殺したはずなのに。っていう感じでしょうか。ちょっと低すぎた。小説は脚色して彼女の感情を表現したものだと感じましたね。第11章、玉写し。気になるポイントその1。ドクロの髪の束は血と土と腐った肉の匂い。まずドクロって髪の毛だけ残せるんですか？まあいいです。純粋に気になりました。あまたの人間を飼ってきたユラ、髪の毛が武器ですから狩る時にもどの人間にしようか選んでたりしてたんでしょう。多少の腐った肉がこびりついてたり、哀愁を漂わせてたっていうところに妖怪感感じますね。その2、犬夜叉の手は温かい。この響きがいい。うっとりしちゃいますね。髪の毛の中で戦いの際に犬夜叉がカゴメを助けに来てくれます。その時カゴメの手を握るわけですよ。漫画でも手を握る描写ありましたけど、心の声は小説で明らかになりました。犬夜叉の手は温かいんです。心もあったかい。頼りがいがある感じがします。実はね、この時ちゃっかりカゴメ、犬夜叉の手握り返してるんですよ。徐々に二人の絆が深まっていってる演出、いいですね。その3、玉写しをしていた白い櫛は骨でできている。ユラっていうのは腕を切られても腹をぶち抜かれても死にません。なぜならドクロの中に隠してある白い櫛に魂を移してたっていうことなんですよね。カゴメは巫女パワーを使ってそのドクロを見分けます。ユラの猛攻に遭いながらも決着の時、カゴメが矢でその白い櫛を割った瞬間、ユラは生き絶えるという流れなんですが、白い櫛っていうのは骨でできてたんですね。一体誰の骨かは明かされてませんが、おそらくユラ自身の骨なんかなって推察してます。その4、犬夜叉に衣を返すときに、ありがとう、これ、原作にはないセリフが登場。ユラ戦の時にずっと借りてたヒネズミの衣、カゴメの命を幾度も救いました。感謝の気持ちを込めてセリフで表現してくれてます。カゴメに感情移入してたら当たり前に出る言葉かと思います。自然に出るありがとうに勝る言葉はないですよね。その後、でもきっと大丈夫。小説における最後のセリフです。原作では使用されてないセリフで、小説はフィナーレやったんで物語の最後ってことで締めの言葉とも取れますが、そんな野暮なことは言いません。カゴメが犬夜叉を心の底から信頼するようになったと感じさせてくれるとってもいいセリフだと思います。犬夜叉は言葉や態度は乱暴で短気なところもありますが、根は真面目で思いやりがあるんで、カゴメは犬夜叉の本質を見抜いたんではないでしょうか。こういった感じでストーリーは綺麗に幕を閉じます。以上、小説と原作の変更点や新設定でした。
ということで、いかがだったでしょうか？思ってたよりも10倍くらい原作にはない新要素や変更点あったんではないですかね。小説を隅から隅まで読んでまとめてみたんですが、変更点メモしながら読むと、後で読み返した時に自分でもすごい量にびっくりしてしまいました。個人的な感想として小説版はありよりのありです。一見の価値はあります。ユラ編までと短いんやけど圧倒的な言葉の表現で物量をカバーしてますので読み応えはすっごいありました。高橋留美子先生もイラストで参加されてますし、公式の設定と言ってもいいんではなかろうかと考えてます。それではこの動画を見た感想ですね、コメントでお寄せいただければ大変嬉しゅうございます。多分この小説の新品を手に入れるっていうのは難しいですが、一応 Amazon のリンクを概要欄に載せておくので気になる方はチェックしてみてくださいね。それでは本当にここまで前編後編と長丁場お付き合いいただきありがとうございました。まだ前編見てないよって方はこちらも概要欄にリンク載せてるのでぜひご覧ください。面白い発見があると思います。それでは今日はこの辺で次回の夜叉光でお会いしましょう。バイビー。